こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？私は今、心理学を学んでいますが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回は自分を責めることが多い人に向けてお話しします。自分を責めやすい人は、なんて自分はダメなんだ、自分は情けないと感じて心が苦しくなることもあると思います。実は私自身も以前はそうで、何か良くないことが起きるたびに自分を責めて落ち込み、心がすり減っていました。今振り返ると、そんな風に自分を追い詰めていたことが生きづらさの原因の一つになっていたと感じています。そこで今回はセルフコンパッションにより自分を責めがちな傾向を和らげて心の安らぎとレジリエンス力を高めるセルフケアについてお話ししたいと思います。まず最初にセルフコンパッションとはどんなことだか説明してみます。セルフコンパッションとは直訳すると自分への慈しみという意味です。ミスをしたり失敗や困難に直面した時に自分を責めるのではなく、温かく理解を持って自分自身に接することを指します。落ち込んでいる自分に対してまるで親しい友人を励ますように思いやりと優しさを向けてあげる姿勢です。これは自分の欠点や弱さを否定したり見て見ぬふりをすることではありません。そうした不完全さをも含めて自分という存在を受け入れ、そっといたわる心のあり方なのです。この考え方を提唱したのはアメリカの教育心理学者クリスティン・ネフ博士です。その後、世界中で多くの研究が行われ、セルフコンパッションの効果が次々と実証されてきました。例えば、セルフコンパッションの高い人は自己評価が安定しており、他人と自分を比べて落ち込むこともあまりなく、反数思考によって自分を責めるようなことも少ない傾向があります。その結果、不安や落ち込みが少なく、幸福感が高いことが明らかになっています。つまり、自分自身を優しく受け止められる人ほど、心の健康も保たれやすいということなんです。セルフコンパッションは3つの柱で成り立っています。1つ目はマインドフルネスです。これは今この瞬間の自分の感情や思考を良い悪いと判断せずにそのまま受け止める姿勢のことです。例えば誰かの言葉に腹が立ったとき、また怒ってしまったと自分を責めるのではなく、ああ今自分は怒っているんだなと気づいてあげることです。自分が感じる感情を否定することなく、今私はこんな気持ちを感じているとあるがままを認めてあげます。大切な人との別れで心が沈んでいる時も、早く立ち直らなきゃと焦るのではなく、今は悲しい気持ちがあるんだねと静かに受け入れてあげることです。それがマインドフルネスです。2つ目の要素は共通の人間性です。人は誰しも不完全で間違えることもあれば辛い思いをすることもあるものです。この共通の人間性に目を向けることで、こんな風に感じるのは自分だけじゃない、人間なら誰にでもあることだと受け止めやすくなるでしょう。例えば仕事で失敗して落ち込んだ時、自分だけがダメなんだと感じてしまうと、
心はどんどん苦しくなります。でも失敗は誰にでもある、私だけが特別にダメなわけじゃないと思い直せたなら、心は軽くなるはずです。自分の苦しみを人として自然な体験と認識することは、自分を責めず理解と優しさを育むための大切な土台になるんです。3つ目の要素は、自分を思いやる心です。辛い時や失敗した時、私たちはつい自分に厳しくなりがちです。なんて情けないんだろう、自分なんてダメだと責めてしまうかもしれません。でもそんな時こそ、親しい友達が落ち込んでいる時にかけるような言葉を自分自身にも向けてあげてください。今は苦しいけどよく頑張ってるよ、無理せず自分のペースで進めばいいと自分に優しく語りかけてあげるんです。つまり親友が辛い時に向ける思いやりを自分自身にも注ぐことです。セルフコンパッションが注目を集めているのは、現代社会を生きる私たちが仕事や人間関係のプレッシャーに常にさらされているからだと思います。SNS では他人の生活と自分を比べてしまい、苦しくなることも少なくありません。その結果、気づかないうちに心が疲れ、息苦しさを感じながら毎日を過ごしている人もいるでしょう。また悩みを打ち明けられる相手が身近にいないために、誰にも相談できないと感じて一人で抱え込み、苦しみが増してしまうこともあります。そんな時、自分の心を支えてくれるのがセルフコンパッションです。セルフコンパッションを身につけることで、胸の奥に溜め込んでいた痛みやストレスを自分の力で受け止められるようになります。さらに心の回復力を高め、日々の困難に向き合うためのエネルギーを与えてくれるものでもあります。特に自分を責めやすい人や完璧を求めすぎて苦しくなる人にとって、セルフコンパッションは大きな支えとなるでしょう。セルフコンパッションを日々の中で意識して実践すると、私たちの心にはどのような変化が生まれるのでしょうか。これまでの研究や臨床の報告から様々な効果が確認されています。まず挙げられるのが自己肯定感の向上です。自分に思いやりを向ける習慣が身につくと、失敗しても必要以上に自分を責めることがなくなります。完璧でない自分を受け入れられるようになり、これでいいと思える心のゆとりが生まれるんです。その結果、欠点があっても自分にはちゃんと価値があると感じられるようになるでしょう。次に、感情の回復力の向上が挙げられます。セルフコンパッションを実践する人は、自分を責める代わりに気持ちの整理が上手になります。学生を対象にしたある研究では、セルフコンパッションを身につけたグループの方が、ネガティブな出来事から早く立ち直れたという結果が報告されています。これは辛い状況に直面しても必要以上に落ち込まず、感情を立て直せる力が高まることを示しているのでしょう。またストレスや不安の軽減、幸福感の向上にも効果があることが分かっています。自分に厳しすぎる態度を和らげることで、心に余裕が生まれ、慢性的なストレスや不安も和らいでいくのでしょう。研究では、
セルフコンパッションが高い人ほど不安や抑うつの傾向が低く、主観的な幸福感が高いことが明らかになっています。自分を優しく扱うことで気持ちが前向きになり、日々の中でも落ち着いた心を保ちやすくなるのでしょう。さらに人間関係の改善にも良い影響を与えます。自分に厳しい人は知らず知らずのうちに他人にも厳しくなりがちです。反対に自分に優しくできるようになると、相手に対しても自然と寛容な気持ちが芽生えるものです。セルフコンパッションが高い人は、人間関係でトラブルが起きても、自分や相手を過度に責めることがなく、冷静に対処することができます。そのため、関係の修復にも前向きに取り組めるようになり、周囲とのつながりもより穏やかで温かいものになっていくのでしょう。このようにセルフコンパッションは自分の心を健やかに保つだけでなく、人との関係にも良い影響を広げていく力を持っています。次に、今日から実践できるセルフコンパッションのエクササイズをご紹介しましょう。セルフコンパッションは特別な訓練が必要なものではありません。日々の生活の中で少し意識して練習を重ねていくことで自然に育てていくことができます。まず最初にご紹介したいのは慈悲の瞑想です。これは自分や他人の幸せを静かに願う瞑想法です。落ち着ける場所で楽な姿勢をとり、ゆっくりと呼吸しながら自分に向かって私が幸せでありますようにと心の中で唱えてみましょう。それに慣れてきたら、次に自分にとって大切な人の幸せを願います。実際にその人を思い浮かべながら、A さんが幸せでありますようにと心の中で繰り返します。そして最後に、すべての人々に対しても、みんなが幸せでありますようにと唱えていきます。途中で雑念が浮かんできても大丈夫です。気づいた時には、そっと優しい言葉に意識を戻してみましょう。繰り返すうちに、心の奥にじんわりと温かさが広がっていくのを感じられるでしょう。次におすすめなのは、スージングタッチと呼ばれる方法です。これはストレスや不安を感じたとき、自分の体に優しく触れることで心を落ち着かせる方法です。例えば、不安で胸がざわつくときには、両手を胸の上に当ててみてください。疲れた肩や腕をそっとさすってあげるのも良いでしょう。その時、よく頑張ってるね、辛かったねと心の中で自分に語りかけてあげると、より深い安心感に包まれます。自分自身を抱きしめるような優しさが心をほぐしてくれることでしょう。また日頃から自分を励ます言葉をカードやメモに書き留めておくのも効果的です。例えば、人は誰でも不完全なもの、完璧じゃなくても大丈夫、今のままの自分でいいんだよなど、自分が安心できる言葉を選びましょう。落ち込んだ時や自己否定の気持ちに押しつぶされそうになった時、その言葉を読み返してみてください。心が少し軽くなり、前を向きやすくなるでしょう。どんな言葉が心に響くかは人それぞれ違います。自分にとって支えになるフレーズを見つけておくことがポイントです。
さらに自分に手紙を書くという方法もあります。これはロールレタリングと呼ばれるもので、想像上の優しい人になりきって悩んでいる自分に手紙を書く方法です。頭の中であなたを理解してくれる友人や尊敬する人を思い浮かべ、その人の言葉で自分に語りかけてみましょう。あなたの気持ちはよくわかるよ。辛かったね。でもあなたには乗り越える力があるよといった言葉を綴っていくうちに、自分の本当の気持ちや求めていたことに気づけるかもしれません。書き終えた手紙は大切に保管しておいて、心が沈んだ時に読み返すと自分を支える力になってくれるでしょう。これらの方法はどれも即効性があるわけではありません。それでも続けていくうちに少しずつ心の中に変化を感じられるようになるでしょう。大切なのは完璧にやろうと力まないことです。セルフコンパッションは自分をいたわるための時間です。完璧を求めず、できる範囲でゆっくりと自分に優しく接してみてください。今回はセルフコンパッションの基本的な考え方とその実践方法についてお伝えしました。自分を責めがちな人が自分自身に優しく寄り添うことでどれほど癒しを得られ、心の回復力を高められるのかをお話ししました。おさらいすると、セルフコンパッションの3つの要素は次の通りです。1つ目はマインドフルネスによって自分の感情をそのまま認めてあげること。2つ目は人は誰しも不完全であり、間違えることもあれば辛い思いをすることもあるという共通の人間性に目を向けること。そして3つ目は親しい友達に語りかけるように自分に優しい言葉をかけることです。これらの3つの要素を意識しながら自分をいたわるためにできることをぜひ自分自身にしてあげてください。今回ご紹介したのは慈悲の瞑想や自分の体に優しく触れるスージングタッチ、カードやメモに書いた励ましの言葉を見返すこと、自分に心温まる手紙を書くことです。ただしこれに限らず自分の心を落ち着かせてくれるものがあればそれを積極的に取り入れてみてください。うまくいかないときに自分を責めるのではなく、そっと自分に寄り添い、自分をいたわってあげることは甘えではありません。それは自分の心を整え、強くしていくための大切なプロセスです。自己批判ばかりしてきた人でも、少しずつセルフコンパッションを身につけることで、このままの自分で大丈夫なんだと感じられる安心感や、困難に立ち向かうしなやかな心を育むことができるでしょう。もちろん長年染みついた自己否定の癖をすぐに変えるのは簡単ではないと思います。時には自分の弱さと向き合う中で、以前のように自己否定の感覚が戻ってくるかもしれません。それでも大丈夫です。焦らず無理のないペースで一歩ずつ進めばいいんです。小さな優しさを自分に向ける練習を続けていくうちに、きっと少しずつ変化を感じられるでしょう。心が苦しい時こそ自分に優しくしてあげてください。あなたがあなた自身にかける温かく穏やかな言葉が心の中に小さな明かりを灯してくれるでしょう。最後までお付き合いいただきまして
ありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。